この5の山なんだけれども、2 of Wands から8 of Wands、好機をしっかり掴んで、この Ace of Cups、おそらくあなたが情熱を向けたお仕事、それがうまくいくと、恋愛の方もうまくいくし、あるいはその仕事に対する情熱かもしれないよね。そのものかもしれない。大きな喜びが天から降りてくるよ。あなたは自分のやっていること、そしてその周りに集まってくる人たちに愛を与えることができる。とても大きな、天から降りてくるようなね、大きな愛の意識っていうものに触れることになるっていうのが出てる。で、同時にあなたが育てた人、このページのカップが行くこのセブン・オブ・ソーズでちょっと追い倒してね、あなたを悩ませるよっていうのが出てる。だから結構この方と仕事上の関係、あるいは何かプロジェクトでもいいよ。何かしらの活動、あなたが情熱を傾けてることだね。この方の存在に結構振り回されるようになるよと。ナイトのソーズがデンと真ん中に来てる。大きいトライアングルで見るとトップは女帝が来てます。大アルカナのね。おおむねあなたは順風満帆でうまくいくよというメッセージが来てます。で、おそらくこのあなたを悩ませてるこの存在もちゃんとね、正義が下るよと。正義の法則の中にしっかりと収まってくれると。それが出てるね。ただあなたがちょっとなんかこの方に随分と意識を取られてるのかなっていう気はする。セブン・オブ・カップス、愛なんだけど、いろんなものに見せられてる。妄想とかっていうカードなんだけど、降りてくるメッセージ、シドーレ様からのメッセージだけど、まずね、今やりたいことを極めなさいだね。趣味の領域だったら、その趣味の領域を出て極める段階に入ってるよ。お仕事、さらには自分のライフワーク、仕事を超えてさらにまた、趣味的な要素が強くなるよね。自分の人生の、お仕事、転職、そこに入っていく段階が来てるよって。だから、惑わされるなってことだろうね。かき乱されるんだけど、そのことにね、そんなに迷う必要はないよって。だからひょっとすればね、まだ自分の凄さに気づいてないのかもしれないね。自分で自分のスキルもう随分高まってるんだけど、もうあなたのスキルは人に喜びを与えることができる、十二分にできるレベルだよ、そこに達しようとしていますよ。決してね、鼻にかける必要はないけれど、とは言ってもさ、自分の現段階の実力をね、他ならぬ自分自身が自分自身に過小評価を下しているようでは、それは逆に責任を取りたくないっていうようなさ、責任感の欠如につながっちゃうからね。胸を張りなさいと指導霊様からのメッセージが来るね。
だからこの流れだよね。two of ones。あなたが一年発起したこと。ね。それを1から2に進めた。で、大きな転機。それも逃さなかった。で、さらにはこのエースのカップと。多分意識的には随分高いところに行ってるはずなんだよね。で、トップは女帝が来てるから、十分やれるよって。だから気づけばね、今行ってることをね、20年、30年続けることになるよって。そんなメッセージが来るな。だからあなたは今ね、今行ってることに、行ってることのね、専門的な指導例がついてるはず。しっかり指導例の恩恵の中でね、これはあなたが頑張ってるからね。あなたが頑張ってるから力を貸してくれる。しっかりね、連携が取れてるっていう、そのメッセージが来るね。このね、アマリリス・リュートだけれども、あなたはね、急成長してますよと。ね。で、あなたと一緒に上昇していける者たち、逆に、あなたがもともといた場所にとどまってしまう人たちが出てくるよ。ね、これ、エイトのワンズにかかってるでしょ。だから当然それは、厳しい気持ちで、仲良し小良しのお友達ではね、いられない時だから、あなたが元いた場所にとどまるっていう意識の人たちのもとは、しっかり去らなきゃいけない。清算しなきゃいけないよ、その関係性は。で、ただあなたと一緒に上昇してくれる人たちもいるから、その人たちとの関係性を、築いていきなさいと。だからちょっとなんかその上昇のね気流に乗り遅れた人がなんか嫉妬かな、もしくは、まだその人間的な器がねちっちゃいからその上昇するっていうことが何なのかも分かんない。だからあなたのことをひどいやつだとかさ、冷たい人だとかね、そういう誹謗中傷してるかもしれないね。ただやっぱりそのレベルに引き込まれちゃダメだよ。おそらくね、だけど多分あなたが愛してる人がそうなんじゃないかな。だからあなたはすごいこうね、妄想白日夢をね悶々と見てしまうっていうこのカードのセブンのカップがそれなりに強い力を持ってるんだけど、結構気になって振り回されちゃうのかもしれない。で、かたやこっちのカード秋の収穫の姫で、やっぱり今まであなたがやってきたことが実る時だよ。収穫の時。指導霊様ともあなたはしっかりと連携が取れててね。あなたのこの現世での頑張り、その意識、想念の上質な部分は、工事の世界とね、しっかりと連結、そして連動してるよ。
あなたがやったこと、今まで頑張ってきたことっていうのは確かな収穫をあげますよなんかだけどこのカードの下でなんかこのねちょっと置いた坊主を甘やかしてしまいそうな気もするけどね。そうただやっぱね振り回されるのは良くないかもしれないね、このナイトのソーズで。なんとなく情報戦でねあなたの心理をかき乱してやろうっていうようなちょっとねネガティブなメッセージくるね、このナイトのソーズからね。あなたが今せっかく集中してることをさ、その集中力をくじくようなメッセージをあなたに送ってくるかもしれないよ。それはストレートに送られるメッセージではない。ひょっとすれば言葉じゃないかもしれないね。波動としてあなたにそういう非言語化されたメッセージを送っているかもしれない。だから感化されないようにしなきゃいけない。あなたが今までやってきたこと、そしてこれからもやっていくことに、集中することが重要だよ。でね、なんか不安になったらね、全てのプロセス、今一度全てのプロセスにね、意識を向けてみるといい。あなたが日々行っている日常的な動作を愛することができるはず。自分のお仕事、自分が今没頭していることの全てのプロセスに意識、もっと言えばあなたの霊力を注ぎ込んでください。そうすることで、やっぱり自分はこの道でいいんだ、間違いないんだって思えるはずよ。ファーストインスピレーションより強固な力を得られるはず。だからそういう見直し、思い返しをする時期でもあるんじゃないかな。そこをテストするためにある意味この方はね、陰性の世界からあなたの前に出現してきてるのかもしれない。あなたを試してやろうと。だからちょっとなんかぶらされそうな時は改めて自分のやってることを、見直すこと、その行いから生きる力を、さらなる生きる力を得られますよと。そうだね。如意臨観自在菩薩様、あなたが本当にやりたいことは何ですか？分かってますよね。今あなたが没頭していること、少し惑わされてるかもしれないけれども、あなたがたった一人で始めたことかもしれないね。Two of Ones。自分で一歩踏み出してね、そして周りの人たち、集まるべく集まってくる人たちが周りにやってきて、ね、あなたこの女帝のそのポジションにいるんだよって。だから何かこの陰性の力、エネジーを帯びたさ、刀をね振り回すこの鉄仮面の存在にね惑わされちゃダメで、心配しなくてもね、このちゃんとねジャスティスでねジャッジされます。あなたの中のその善悪分別でしっかり収まりがつくから、むしろねあなたをテストしに来てるんですよ。次のステージに上がるためにもっと強く自分のやってることを信じなさいというメッセージが来る。でね、
指導霊様は今あなたとしっかり連携が取れてるから、あなたがあなたのやってることを信じれば信じるほど指導霊様はあなたに力を貸してくれます。いいですね。運命に踊らされてるのかな、このホイール・オブ・フォーチュン。このトップのね、ナイトのソードはお相手さんにも見えるし、あなたにも見えるね。運命、もっと言えば宿命の人だっていうことは分かってる。ナイトなんでね、全てを見切ってるわけではないけど、いやきっとこれ宿命なんだなって思ってる。思ってるからこそなんか振り回されてるっていうのが出てるね。でこの、ダールかな2つ出てるんだけど、このテンペランスの節制と、こっち力なんだけど、あなたはね十分力があるの。だけどそれを出し惜しみしてるっていうメッセージが来るよ。この業の山で自分の情熱を持ってね、何かを始めると。で当然その意識に反応して指導霊様は緩和してくれるはずなんだよね。あなたが何かを始めるとき。ちょっと大胆に、おそらく自分に力があるっていうのをなんとなく分かってるんだけど、少し大胆にはなるんだけど、やっぱりなんか見合わせちゃうっていうのが出てるよね。でこの業の山のタイではシックス・オブ・ソーズが来るんだけど、これは自分の安住の地に向かう、今より平穏な場所を見出したい。意外にその平穏な場所は近くにあるよっていうカードなんだけど、なんとなくね、このね、お相手さんとの関係性が結構ディープにこじれてる。だからくっついたり別れたりを繰り返しちゃってる。そんなメッセージが来る。だからあなたが本来やろうとしてること、それを応援しようとしてる指導霊様は、あなたにくっついたり離れたりしてる。あなたがこの方にくっついたり離れたりしてるように、指導霊様もいよいよこいつはやり始めるかなって来るんだけど、またあなたが戻っちゃうよって、そういうメッセージが来ます。あなたをね完全に見捨てるわけではないんだけど、またプイッとね、やる気がないんだったらまたしばらくじゃあどっか行ってよって感じ。そのね、くっついたり離れたり、運命に宿命にね翻弄されるあなたと同じように、指導霊様もあなたに翻弄されてるっていうのが見えるね。このタイの山のさ号にはスリー・オブ・カップスが来てて、ひょっとすれば三角関係とかね、難しい不倫とかね、
既婚者同士かもしれない。何か、ちょっと難しい形の恋愛かもしれない。それで結構、やっぱくっついたり離れたり、もうやめなきゃ。だけどやっぱりまた戻っちゃう。自分の本当の居場所ってどこだろうって考えた時に、またこの磁場にね、引っ張られて、ね、勇み足で戻ってっちゃうんだよ。バーッと。このエイトのカップもそうだよね。なんかこう気づいてまた戻る。いや、次の場所へ行く。だけど、後ろ髪が引かれる。そんなメッセージが来る。だからあなたはこの状態から理性では抜け出したいと思ってんじゃないかな。だけど根底から湧き上がってくるような情動、気持ちに流されちゃう。だからこのお相手さんと一緒にいた季節っていうのは本当のあなたが持ってる意識のレベルのフィールドではないのかもしれない。お相手さんがあなたの次元上昇を阻もうとしてるとまでは言えないけど、なんていうかな、あなたの長所でもある優しさが長年ね、ひょっとすればお相手さんの搾取の対象とされてたかもしれないね。そういう季節をね、長く生きすぎたがために、あなたの優しさは弱さとすり替わってしまってる。だけどあなたはその弱さを優しさと錯覚している。今も。だからなんか戻っちゃうんだろうね。すごくせっかちに戻るって出てるよ。多分夢とかにも出てきちゃうんだろうね。アストラル界でね、毎晩出会っちゃうみたいで、それで現象界でもいても立ってもいられなくなって、やっぱり私の居場所はあそこだって感じで戻っちゃう。だから本来自分がやるべきことがなかなか進まないのかもしれない。あなたがこの方の元に戻ると、あなたの元から指導霊様はふーっと消えるよっていう、そんなメッセージが来るね。だけど大きいトライアングルのさ、体ではクイーンのワンズが来てるからね。最初は2のワンズでしょ。それがクイーンのワンズになってるから。あなたが今考えてること、夢、プラン、それはね、間違いないんだよ。運命の蘭の巫女様、あなた結構マイノリティな方なのかな。多くの人とは違う感性を持ってる。だけどなぜ自分がその感性を持たされてるのか考えなさいってね、この巫女様言ってるよ。これがあなたが立ち上げてくるべき、two of ones でね、あなたの中にある、こう情熱っていうのかな、熱い気持ちみたいなの、
なぜあなたにそれが与えられているのか考えなさいって。多くの人と違ってもあなたはあなたの行くべき道を行かなきゃいけないんですよと、そう降りてくるよ。このナイトのソーズで出てるね、因果な関係のね、お相手さんもひょっとしたらマイノリティの方かもしれないね。孤独癖のあるような。まああなたがあなたの自分の人生、今回のね今世での課題、なぜ自分が自分なんだというこの課題に気づけば、この方とのくっついたり離れたりの問題っていうのもおのずと解消してくるはず。もうあなたは自分の行くべき道を行くから、この方の意識レベルを改革することもできるよと、この御子様はおっしゃってる。だけどあなたが結局お相手さんの意識フィールドに戻っちゃうんじゃない、そこに合わせちゃう。だからなかなか前に進まないのかもしれない。太極拳の上昇のポーズ。そうだな、さっき言ったあなたの優しさ、何か弱さと表裏一体になってる光の当たり加減でさ、玉虫の羽のように、コントロールできない変化ね、スッとこう入れ替わっちゃうような、なんかね、自分の中のその優しさと言おうかな、今は優しさと言いましょう。その優しさを、もっと高めなさいっていうメッセージかな。その優しさをその弱さに寄せるんじゃなくて、それをもっと昇華させなさいと、高めなさいと、それが正しい使い方ですよと、そう降りてくるね。これはダールカナの力にかかってるからね。さらにはこのクイーン・オブ・ワンズ、あなたの未来の世界ね、最初は2だったのがこっちまで来る。最初はちょっと孤独だったね、だけどとっても強くなるよ。そしてもう惑わされなくなる。このホイール・オブ・フォーチュンは働いてるだろうけどね、この宿命の磁場っていうのはなかなか、これは否定できないかもしれないけど、ただもう惑わされることはなくなるんじゃないかな。だからある意味なんかこのお相手さんと腐れ縁みたいな形だったかもしれないけど、多分見方も変わるんじゃないかね。この方との関係性っていうのも確かに深いご縁なんでしょうって。だけどその今世でのその縁の結び方っていうの、その結び方が変わってくるかもしれない。自身が描いてるね夢のプランは夢じゃない、現実なんだよって。その現実をね夢として先送りするのは、あなたの長所でもある優しさが反転した弱さだよって。今あなたにねすでに夢を実行する力がついてる。あなたがその気なら私はいつでも力を貸すよとシドーレ様おっしゃってるよ。だけどまたふわーってなんか不埒な形でね、このなんかご縁に、腐れ縁って言ったら申し訳ねえけど、そこに戻ってっちゃうとね、
シドレ様は、うわまた俺の役目ないんだ、ふーって消えちゃうと思う。ただあなたから離れられないっていうメッセージが来るから、またあなたがやる気になれば戻ってくると思うけど、だからね、随分繰り返してんの、ぐる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 。そうね。福成就如来様、この空のように自由な心を持ちましょうと。勇気だよね。あなたが、あなたの絵を描く、あなたが描きたい絵を描く勇気、その決意だよね。自由には責任がいると。あなたが責任を持って、あなたの情熱にね、責任を持つことで自由になれるよ。この磁場はいいじゃない、磁場で。宿命は宿命として。いくらそのね、呪縛のようにさ、そのエネジーが働いていたとしても、あなたが責任を持てばあなたは自由に動けるよ。そもそも我々がこの現世で体現できる自由の、そこが限界だろうしね。そこのみしかも自由っていうのはないと思うよね。生まれて生きてね、己の人生編み出していつかね、死ななきゃならんね、そういう宿命でしょ我々。そもそも自由じゃないよね。誰に決められてるのかね。そうだからね、もうあなたの決意だね。決意してください。決意すればシドレ様も力貸してくれますよ。でね、ちょっとね、龍神様が好きな人はちょっと注意かもしれないね。この金色の鳥はね、ガルダだったかな。龍をね、取って食べちゃうよ。パクパク。だから龍神様好きな人、龍神様好きな人はちょっとね、バッティングしちゃうかもしれない。この福成就如来様と。そうだな。なんか素敵なスプレッドじゃない。なんか真ん中にホイール・オブ・フォーチュン着ててさ。だけどあなたが結構まだその形になってないかもしれないよね。自分がやりたいって思ってることが、なかなかまだ形にできてないかもしれない。結構なんかその周りでわちゃわちゃしちゃってるかもしれないね。もうこれ以上指導霊様をないがしろにしちゃいけませんよ。いいですね。一番ね、大きいトライアングルは非常に強いね。5の位置に女帝、そしてトップ、エースのソード、大勝利だね。そして、タイが少しこじんまりしてるんだけど、6オブワンズ。ただね、この内訳を見ていくと、この5の山で7オブワンズがあるでしょう。でその先はデスが来てるんだけれども、おそらくね、
あなたは頑張らなくていいとこで頑張っちゃってるかもしれない。うん。例えば周りの人たちとの競り合い、競争社会ゆえにね、競り合うことに没頭しすぎてるかもしれない。もちろん大事なんだよ。このやっぱり人とこう切磋琢磨することも大事なんだけど、そこでなんかずっと止まっちゃってる。そういうなんかメッセージ来るよ。で行くタイで、それがやっぱり終わりが来る。でこっちのタイの山はこのセブン・オブ・ソーズ、このセブンのワンドの下に来てるんだけど、あなた自身も何か今の自分の在り方に違和感を感じてる。後ろめたさがあるよっていうのが出てる。で次に来るのがジャッジメントで、これもやっぱり裁かれる時が来る。だけどおおむねすごくいいんだよ。で真ん中にはクイーンのペンタクルだからね、ちょっとやっぱりね節目がちで、やっぱり自分が今得てるものに対して何か一抹の気持ちがあるはずなの。でこのクイーンのペンタクルを見てるのがページのカップ。年下の存在とか自分の子供、あるいはインナーチャイルドかもしれないよね。自分の中の心の傷。私の今の在り方、なぜ私は今この世にあるのか、もちろん自分が努力したやってきたことの成果なんだけど、じゃあなぜそのように努力したのか、それより以前に自分に働いている力、どっから来てるんだろうって。天から舞い降りる言葉も、そして自分の内から湧き上がる言葉も同じだよって。耳傾けてちょうだいとページのカップさんは言ってるね。でこれをこのねページのカップのこの問題を解消しないと、このシックス・オブ・ワンズに潜んでいるね非常に身近なものの裏切り、あなたの足を引く存在っていうものとして現象化してくるよ。だからね、指導霊様からすると一つ前の指導霊様がいまだに待機中っていう感じじゃないかな。あなたはここで頑張ってる、セブン・オブ・ワンズで。だけれどもそれより前の段階の課題を克服できてないよって。だからここで頑張らなきゃいけない。なぜかここで辛いんだろうけれども、なぜかここで執着して立ち回っちゃう。ひょっとすれば周りの人たちはいろいろあなたにね優しいアプローチをしてるかもしれないけど、あなたは突っぱねちゃうよっていうねメッセージが来る。だからこのエースのソーズなんかはさ、あなたのその前の段階の指導霊様がね、鍛え上げてやるぞと、私のとこ戻ってこいと、お前まだその一つ前の段階でその落としてることがあるんだよって。それがその克服できたら、克服するっていうことはこっちのシックス・オブ・ワンズにこうセブンからシックス・オブ・ワンズに戻ることになるんだけど、ちょっとちっちゃい
勝利になるんだけど、まずこれをあげろよと、これシドーレ様が来るね。あるいは夢見がちなのかもしれない。夢に溺れることが好き、無意識だけど夢見てる自分が好き、人一倍努力してんだよ。だけど自分が到達したい場所にはなかなかたどり着けない。辛いだけ。だから潜在意識に夢が叶ってしまえば、その夢は現実でしかなくなる。単調なルーティンワークとしての生活の真理はね、地味そのものでしょ。だけどなんかシドーレ様はその地味そのもののそこをちょっと極めろっていうなんかメッセージが来るんだけど、そのだから地味そのものであるっていうことを知ることを無意識で恐れているのかもしれないね。だからなんとなく引っかからなくていいとこでなんか変に頑張っちゃってて、なんかいつもかといってそのなんか地に足がつかないっていうか、まあ確かに成果は上げてんだけど、なんか言うほど幸せじゃないなって、そんな感じにも見えるね。自分が輝き続けることを地に足がついてはいけないと錯覚してるんじゃないかな。だけど本当に輝き続けたければ自分の素足で自分の人生に降り立たなきゃいけない。もう自分の両足でガシッてもう掴まないと、もうそれしかないよ、幸せになるの。逆にそれができたらどんな状況であっても幸せになれるから、自分の人生を歩める、実感できる。この根性に価値を見出すことができるよ。だからなんかうすうすそんな真理にも気づいてるんだけど、なんかやっぱここでなんか引っかかっちゃってるのかな。だからシドーレ様はあなたについててくれてんのよ、待っててくれるの、戻ってこいと前のステップで待っててくれてんの。ちょっと待たせすぎかもしれないね。だからシドーレ様はそんなメッセージ来るな。一回ここでねやり直して勝利上げてみろって、随分変わってくるぞってね。このクイーン・オブ・ペンタクルでどんだけ満たされてもなんか違うんじゃないのみたいな、下にはデスがうごめいてるね。慈悲の輝く月。まあこのセブン・オブ・ワンズでせつかれてるっていうのにかかってるんだけど、まあ低いバイブレーションにやっぱりやられてんだろうね。誹謗中傷、批判、嫉妬、妬み、そねみ。だからそれらと競り合うこと、突っぱねること、もしくは無視すること、そこでまあ勝ち続けることはかなりきついんじゃない。仮にそれで勝ててたとしても。だけどこの慈悲の輝く月のカードからは、まあ大きく包み込めと、自分の意識を変えろと、その低い波動にね、同調してはいけないよと。
それ自分まで貶める行為だし、まあそんなことやってちゃ、まあ、やがてボロボロになっちゃうんじゃないやっぱり。まあ、見るからにボロボロになれるうちはまだいいかもしれない。そのうちに何にも感じなくなっちゃったら、まあ、手遅れになっちゃうね本当に。もう一生仏頂面で生きることになるかもしれない。だからひょっとすればやっぱ今すごくなんかさらされてるかもしれないね。で指導霊様言ってるよやっぱり。だから俺が指導してえのはそこじゃねえんだよって、それより一つ前の段階なんだよってね指導霊様は言ってる。だけどあなたはここでねやっぱ囚われちゃってるっていうのが出てるな。で乙女孫様ジャッジメントにかかってる。これもだけど同じメッセージを感じるような、なんかなね、その泥にまみれたような、土をかぶったような、そういう状況からでもね、むしろそういう状況下にしっかりと根を張って、そこから芽吹いてね、茎を伸ばし、そして葉をつけ花をつけと、そして、自分の人生を達成しなさいよと。自分の中の何かこのね、セブン・オブ・ソーズのような、なんか自分の中で自分に許せない、自分のこういうとこが許せないっていうとこがあるんじゃないかな。だけどそのパートも必要なんだよって。むしろそれをしっかりとね、自分の中で許容して、許容してあげれば、自分が咲かせるべき花のね、開花のための糧となるんだよと、そんなメッセージ来るよ。でジャッジメントね、イエスはノーで、まあここでイエスと言わなきゃいけないよねやっぱり。ノーってここで否定してたらもう永遠の中二病になっちゃうよ。嫌でしょ、永遠のハムレットで to be or not to be なんて。もうまあやっぱり思春期だけでやってられる死ぬまでハムレット嫌でしょ、死ぬまでシェイクスピア劇なんてね。やっぱり上昇しなきゃいけないね。日光菩薩様、そして月光菩薩様とそれぞれの役割を楽しみましょうと。陰陽、光と影ね、太陽と月、まあ月はこのね月となんかリンクしてくるけれども、そうだな、まあ日光菩薩様、月光菩薩様ね、薬師如来様の境地なんだよね。薬師三尊か。だからやっぱなんかメンタル面をその陰陽を整えることでしっかり、治すことだよね。結構やっぱ疲れてるっていうのが、感じるからね。自分の陰のパートをさ、自分の認めてやることで、認めないといけないけど認めることで自分の力と変えられたら、もともと強いんだから、女帝でその本当なんか上っ面だけの強さじゃなくてね、あなたはもう本当に内から湧き出るね、その強さみたいなもの、
それが可能なんだよ。だけど今はその、まあなんていうかな、その見てくれ、その外面に惑わされすぎてる、とらわれすぎてるから。特にだから月のパートだよね。この陰のパートをしっかりこう補強して、力に変えることで良くなっていくんじゃないかな。だから今の段階よりひょっとすればね、ステップダウンしてしまうような気がするかもしれない。これは本来ね、私のやることじゃないわみたいな、ね、なんで私こんなことしなきゃいけないのって前まではそんな風に思ってたことかもしれないけど、ちょっと一旦こうステップバックして、そこでね、一つ成功体験を積むことでぐっと変わってくるんじゃないかな。だからシドーレさんは前のステップで今も待ってるっていうメッセージが来るんだけど、だから、あんまりね待たせすぎちゃいけない。だから今ちょっとね、一歩戻ろうか。一歩戻ってそこで、勝利体験一つ積んでください。積めるはずだよ。エースのソース出てるからね。いいですね。